黒ずきんの目次へようこそ。10月適用のリミットレギュレーションにて、なんと超魔導竜騎士ドラグーン・オブ・レッド・アイズが釈放されました。MD 勢の方は馴染みのないカードかと思いますが、10期ラストから11期初頭に台頭した言わずと知れた最強カードです。打点を1000パンプしつつ、モンスター魔法罠効果の発動を無効にできる万能無効効果に加えて、マスカレーナプラスアストラムを放出とさせる対象効果破壊耐性。通常モンスターを素材にすれば、相手モンスターを選んで破壊し、その攻撃力分のダメージを与えるという、およそモンスター1体が持っていい単体性能の範疇を超えた意味不明カードです。アナコンダの禁止により、かつてのように2体のモンスターが並べばどのデッキからも飛んでくるような汎用性は失われましたが、白き森においてはドロドロゴン、楽園竜アルビオンと経由することで、なんとメインデッキのノイズなしでドラグーンが出せるようになりました。また、これから白き森を触るよという人へ向けて、必要な情報をすべて網羅した白き森の教科書を開きました。白き森を一から覚えるにあたって、非常に充実した内容に仕上がっているだけでなく、白き森がより楽しくなる一冊となっています。目次です。4章立てにてお送りします。タイムテーブルは動画説明欄から。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。第1章展開の紹介。早速アステーリャからドラグーンを構える展開を見ていきましょう。いつも通りまずはヨーマディアベルを目指します。リゼットとルシアを使ってドロドロゴンをシンクロ召喚。墓地のシルビーを蘇生したらドロドロゴンの効果で自身をアルバスの楽園として扱い、楽園竜アルビオンを融合召喚。アルビオンの着地時、自身とブラックマジシャン扱いの墓地のドロドロゴンを使って超魔導竜騎士ドラグーン・オブ・レッド・アイズを融合召喚。最終盤面はヨーマディアベル、ドラグーン、災いなりの計3妨害。妨害数はそれほど多くないですが、ドラグーンの売りはその場持ちの良さです。また、無効効果の手札コストに白木森魔法罠を使えば無駄がありません。聖眼を最小枠出張することで少し違った動きもできます。アルビオンの着地時、自身を素材に使わず、墓地の精霊とドロドロゴンを使ってドラグーンを融合召喚。残った2体でナンバーズ90、ギャラクシーアイズフォトンロードをエクシーズ召喚。高校であれば、ギャラクシーアイズサイファードラゴンを起点としたギャラクシーエクシーズの連続召喚や、ナンバーズ100ヌメロンドラゴンによるワンキル、炎王神ガルドニクスエタニティによる全体除去と、盤面解決能力のない白き森の欠点を補ってくれます。最終盤面はフォトンロード、ドラグーン、災いなりの計3妨害。第2章構築の紹介。エクストラ枠に余裕があり、メインデッキのコンパクトさが売りな純白き森では特におすすめです。シンクロランブルやマナドゥムリフレーミングを採用しなくていいですし、その回もあり十分な誘発スロットを確保できます。高校用ランク8としてエクストラを圧迫しないガルドニクスエタニティを今回起用しました。着地時のブラックホール効果でドラグーンが消し飛ばないので好相性です。第3章展開の紹介、聖眼。
青岩白木森に本ギミックを採用することで、赤き竜や精霊を出す前にドラグーンを出力できるため、以降安全に青岩展開を通すことができます。最終盤面はマスカレーナ、ドラグーン、シフル、スピリットアルティメットドラゴンの計5妨害。第4章構築の紹介、青岩。初動の安定性、展開の貫通力を重視するならこちらです。前回、青岩白木森の構築を2つ紹介しましたが、それらのハイブリッド版といいますか、使っていく中でこの枚数配分が最もしっくりきました。青き目の剣士は誘発受けのいい一枚書道剣、白木森展開が止まった際の貫通札にもなるのでさすがにフル投入。白木乙女は白木森展開における貫通札にはなるのですが、書道として使う場合、青き目の祈りまで欲しくなるので1枚に抑えています。青き目の祈りはコストが重く、そもそも白木森書道であれば、祈り自体展開に絡まないので不採用。その代わりとして青岩流合輪を採用。合輪採用の場合でも乙女が一枚書道になりますし、剣士書道であれば精霊を出す前に合輪から入ることで、合輪にうららを投げられた場合でも最低限1妨害。精霊の霊道サーチ効果に投げられた場合でも、すでにブルーアイズに触れているため、通常通り展開することができるのです。ドラグーン採用に関して言うと、展開で紹介した通り、赤き竜や精霊を誘発から守れるのは偉いですが、盤面が強固になるわけでもなく、むしろエクストラがカツカツになるので賛否両論あると思います。ドラグーンですが、選ったこそされていないものの、さすがにどこかのタイミングで再録が来る気がしていて、手がつけられずにいます。また、ぼちぼち次のブースターで白木森モンスターをリクルートできる白木森の財宝が来るはずなので、それ次第といったところでしょうか。それでは次回の黒ずきんの目次でお会いしましょう。